茂木さんにとっても今やっぱり日本の経済は変わらないといけないっていうと思ってます。その意識を強いですよね。これ変われるんですか？日本の経済。変われます。変われる。アメリカも変わりました。変わりましたか？この10年ぐらい見てですね、アメリカは生産性が1割上がってるんですね。1割も上がってるんですね。1割上がってるんです。日本は残念ながら横ばいなんですね、ずっと。じゃあどうしてアメリカで生産性が上がったかと、その一番の要因というのはですね、デジタルもそうですし、グリーン、ヘルスケア、こういう成長産業にですね、資金と人材が移動したっていうことなんですね。流れたんですね。伸びていく産業に投下していく人が。それをアメリカうまくできた。うまくできました。日本でちょっとそれがうまくいかなかった。なかなかうまくいっていないと。ただまだチャンスあります。なるほど。日本でも、デジタルもそうですし、グリーンの分野、シェアリングエコノミー、スタートアップ、いくらでも伸びる分野ありますから。さらに言うと中小企業。これ結構まだまだ生産性上げられます。その今から間違いなく伸びる。各国ではもう伸ばしてる。そこに日本がうまく人材と資金をコストを投入していく。まず変えたいその成長産業と目してるとかどうなんですか？2つあるんですけれど、一つがこのシェアリングエコノミーです。で、もう一つがスタートアップです。シェアリングエコノミー、いわゆるライドシェアもそうですし、それ以外にもいろいろとこうね、今言われてますよね。今ですね、日本でも個人の時間とか利用するスペース、余剰とか余裕が生まれてるんですね。そしてこの余剰をですね、うまく活用するためのデジタル技術、これが発達してますから、個人が自分のスマホでですね、この夕方の時間空いてるんだけどと、バイトしたいと、隙間バイトをしたいということで、もう何十万人、何百万人という人が登録をして隙間バイトをする。こういう新しいビジネスというのはどんどん生まれてきてますし、ライドシェアにしてもですね、先ほどインドネシアとか、フィリピンの話もしましたけど、世界中で今ですね、これが普及してるんですよね。日本だったら絶対うまくいきます。海外からですね、来る観光客の人、驚くことの一つというのはですね、日本の列車、運行時間がむちゃくちゃ正確だ。確かに。オペレーション能力ってすごいんですよ、日本の。これだけのオペレーション能力を持っていてですね、もう海外いろんな国で、アメリカはもちろんですけど、どちらかというと、まだ発展段階にある国でもですね、普及している、このライドシェアがうまく日本人ができないと考える方がおかしいんだと思います。確かに。真面目な国民性とこの治安の良さ、ライドシェアを普及させるにはうってつけなんですよね。と思いますね。だってうまくこのデジタルプラットフォームでライドシェアを普及させて、隙間バイトとか労働力も移動させることができれば、生産性上がる。今このいわゆるシェアリングエコノミーの市場規模がだいたい 2.6 兆円と言われているんですけど、これが10年後には15兆円に伸びていくと。15兆円っていうのは、去年ソニーの業績結構良かったんですよ。このソニーの売上以上ですから、それぐらいに伸びていくんですけど、ただこの15兆円っていうのも非常に、言ってみると控えめな数字というかですね、潜在的にはもっと伸びると。これは今のゆっくりした規制緩和。遅すぎる規制緩和を前提にして15兆ですから、私は潜在的な市場規模というのはその2倍にも3倍にもなっていくと、こんなふうに思っています。大胆な規制緩和と大胆なそのコストを投入すればいけると。いけると思います。それで新しいビジネスなんですね。で、新しいビジネスを進めるため、一番いい政策っていうのは、事前に規制をしないっていうことなんです。ですから私はライドシェアもそれから個人の副業も全面解禁、こういう方針を打ち出して、それはトップが打ち出して、3年以内にやるとか決めてですね、そうすれば官僚も動きますから。大胆ですね。規制を一切しないで、フリーでどうぞ。そこで問題が起こってきたら、何らかの対応をするということなんですね。確かに。カリフォルニアでキックボード、この貸し出しのがあるんですけど、電動のやつありますよね。あれが最初出た頃、何の規制もなかったんですよ。そうでしたっけ？ところがだんだんやってるうちにですね、駐車スペースというかですね、これがいろいろバラバラなんで、これに対する規制をかけるということを始めたんですけど、
ある程度ビジネスの実態が大きくなってきて、問題が発生するときに必要な規制というのをやっていけばいいんで、なるほど。最初からですね、規制をしたら伸びるものも伸びない。で、新しいビジネスですから、霞が関の前例主義、これでやったら前例がないんですから。なるほど。うまくいかないんですよ。よちよち歩きの時はもうそのままやってて、ちょっと大きくなってからちょっと注意するというか、そうですね、そのやり方っていうのも、アメリカ的というか、だから日本のいわゆるその前例主義的なところで言うと、いや最初から規制入れましょうよっていう人も多そうですけど、そこはガンといけますか？確かに慎重な人がいると、で慎重安全性とかそういうことを考えて慎重になるっていう意見も分かるんですけれど、別にこれアメリカだけでやってるわけじゃなくて、インドネシアでもやってるし、ケニアでもやってるし、いろんな国でやってる国際基準の規制緩和ですから、なるほど。国際基準のビジネスなんで、日本だけとんでもないですね、冒険をするわけじゃないんで、十分これはできるんだと思います。確かにそういう意味で言うと、東南アジアでももう普及しているということは、ある意味前例ができているということでもあるから、もういよいよ日本でも導入するタイミングかもしれないですね。でしかもですね、足んないんですね今、タクシーの台数が、十分タクシーの台数もあって、そして呼んだらすぐに来ると、また道に出てですね、タクシーを止めようとしたらすぐに止まると、こういう状態だったらいらないんだと思いますけど、今違いますから、タクシー呼んでも全然来ない、こういう状態で、これは日本に住んでる人もそうですし、海外から日本を訪れる人にとっても非常に不便ですから、これを改善していこうというだけなんですね。確かに、じゃあ今その需要が高まってるインバウンドとかも、まさに今なんですね。もう来年の万博、このまま行ったら大変ですよ。確かに。タクシーじゃなくて。世界中来たら移動がもうなさすぎますね。とても。じゃあそこまでにかなりスピーディーにじゃあ断行していく必要がありますね。やっていく必要があると思います。なるほど。ライドシェアがあり、スタートアップへの投資があり。スタートアップなんですけれど、この間ちょっと京都でですね、スタートアップの大きなイベント行ってきて、活気ありましたね。活気ありました。3日間で、1万人が参加すると。それスタートアップをやってる人もそうですし、それからそこにですね、資金提供しようっていう、ベンチャーキャピタルの人もいますし、それから研究機関の人もいますし、非常に活気はありましたけれど、まだなんていうか、世界基準で見るとですね、日本のスタートアップっていうのは遅れてるんだと思います。そうなんですね。例えばこの20年、日米のですね、日本とアメリカのトップ10の企業、これを比較してみるとですね、アメリカガラッと顔ぶれが変わってるんです、この20年で。昔ながらの企業が入れ替わっちゃってる。そう。例えばアップルとか、アマゾンとか、テスラとか、20年前まだなんていうかなかった。確かにそうですね。もしくはその大学の研究室で細々と立ち上がったばかり、こういう新興6社、6社がトップ10に入ってるんですよ。なるほど。ところが日本はですね、20年前とほとんど顔ぶれがこの10社変わっていない。老舗ですか。それだけ成長分野の育成、それから経済の新陳代謝、これができていないということなんだと思うんですね。なるほど。ここに人材と、それから資金を投入していくということなんですけれど、人材、これはハローワークの話またできればと思うんですけど、お金あるんですよ、日本は。お金ありますか？国は赤字なんですけれど、個人の金融資産、これ2200兆円超えてるんですね。すごいですね。国の予算100兆ぐらいですから、20年分のお金があるんですよ。もう個人が貯金に回しちゃってるってことですか？そうなんです。でしかもこの2200兆円のですね、金融資産のうち、半分以上がタンス預金、もしくは銀行預金ということで、眠っちゃってる状態ですからもったいないんですね。これをもっと例えばそのスタートアップであったり、そういう成長分野に資金が流れるような仕組みを作っていく。今新NISAなんかも始まっているところですけど、そういった仕組みを作ることによって結果的にはですね、個人のお金が、業績とか、さらには日本経済の成長に連動する分野に入っていって、そのお金がスタートアップに行くと。なるほど。じゃあ新NISAの商品バリエーションとかこれから増えていく感じ？と思います。またそうあってほしいと思ってます。なるほどなるほど。そうすることで
家計のお金を投資に回して、リスクヘッジもできると同時に、スタートアップに自動的にお金が回ると。回るようになってると。はあ、これいわゆるその成長産業とかスタートアップの応援っていうのは、アベノミクスの時も、いろんなやり方をしてたと思うんですよ。その時と今のお話っていうのはやっぱ違うやり方っていうかですか？違うというか、レベルが違うんだと思うんですね。違うんですね。もうそれだけ大きくなってきてるんです。そのスタートアップの勢いというのは。いろんな分野で、これはバイオの世界でもそうですし、いろんな分野でスタートアップが伸びる素地というのが出てきているという状態なんで、言ってみると若干遅れた感はあります。日本。でもまだ間に合います。まだ間に合う。スタートアップ市場のその盛り上がりかける、個人のその金融資産、これをマッチングすればいいんです。元気になる。あとは人材ですね。人材どうします？お金はあっても。かつては終身雇用だったと。それがだんだんですね、会社を変わることもですね、あんまり抵抗がないと、こういう若者も増えてるわけですね。転職する人増えてますね。でやっぱりですね、もっと自分の能力を発揮できる、なんていうか仕事はないかと、いうことで、例えば最近コマーシャルを見るとですね、デューダだとか、インディードだとか、ビズリーチだとか、すごい、コマーシャルやって、それはそれでいいことなんですけれど、一番大きな人材派遣会社になるのがですね、国のハローワークなんですよ。これもう規模が違いますから。ハローワークっていうと、お仕事がない人が探しに行く場所のイメージですよね。でしかも町の仕事をしてるんですね。で、失業対策としてやってるんですよ。そういうことですよね、今までは。ですから、なんていうか、求人は来るんですね。ある程度、企業から。でも、求職がですね、あんまり来ないというか、民間の会社当たって、それでダメです。最終的にハローワーク。こういうのも多いんですけれど、ただ、全国にですね、500カ所拠点があるんです。なるほど。そんな民間企業ないですから。確かに。そして職員、それから相談員、3万人いるんですよ。ですから、ハローワークの仕事は失業対策もやるけれど、それ以上にこれからは、よりいい仕事を斡旋するというかですね、よりいい仕事への人材移動の支援をすることをハローワークのミッションなんだと、目的なんだと。みんなそのために頑張ってくれということになって、さらにはですね、別に失業してなくてもハローワークに来ていいんだという状況で、今転職を考えてなくても、将来的に2、3年後に転職しようと思ってる人も相談に来ると。で、今までの経歴を見ると、もうちょっと、今でも転職はできるけれど、デジタルのこういう技術を身につけると、さらに可能性高まりますよと。それについては、この研修プログラムがありますと、国のと。で、3分の2は国の補助で研修受けられますから、それを受けると、あなたの市場価値はもっと上がりますよと。こういうアドバイスをしたりとか、失業保険もですね、今より充実をするような形にして、決して、なんていうか、職をですね、変わることが不利にならないと、安心して変われるような状況を作っていくということは、とっても重要なんだと思ってます。ハローワークのイメージが変わりますよね。キャリアアップ、キャリアサポート、キャリアカウンセリングまでを、むしろこう、能動的にやっていく組織に作り変えるってことですか？だから、職業選択支援庁とかですね、そういう感じですよね。ハローワークの名前悪くないんですけれど、もう職業を選択するとみんなが。なるほど。その、お手伝いをすると、支援をすると。仕事に困ったらハローワークに来てくれと。ドンと任せてくれと。すごい。頼りになりますね。かなりこれによってマッチングが進むと思いますね。なるほど。それだけの、インフラといいますか、はあるから、そのイメージを変えて、能動的な、その活動に変えていくことで、リメイクしていくんですね。で、これがまた民間の、なんていうか、そういうですね、職業斡旋会社と連携してもいいですし、連携してもいい？連携しても構いませんし、あとはですね、人材をお互いにですね、入れ替えるというか、例えばそういうところからですね、ハローワークに出向してもらったりとか、いろんなことも含めて、個人の情報についてはき
きちんとなんていうか情報を取得しなくちゃいけないと、こういう部分はあるにしてもですね、そういう民間のノウハウなんかも取り入れながら、500箇所あるんですから、その500拠所の営業拠点という、これがですね、目標を決めて、今年は何人このなんていうか新しいいい仕事へのですね転職を斡旋したということで競っていくっていうんですか。かなりマッキンゼーしてますね。いやそうですか。かなりコンサルティング入りましたね、今。国のハローワークを生まれ変わらせるならっていうコンサルティングをなさってるように今見えたんですけど、かなりこれでビジョン変わりますね。と思うんですね。労働力も流動性が出てきて、資金も流動性が出てきて、この2つが掛け合わさってスタートアップとか成長産業に行く。そうです。そうすることによって伸びる可能性はまだまだあるってことですね。はあ、面白くなりそうですね。あと伸びるのが、これから中小企業と、それからもう一つが地方です。中小企業と地方、どうなっていくんですか？中小企業、もしくはですねもっと小さな小規模企業、これ企業の数でいうとですね、日本の全体の 99.7% なんです。もうほとんどがもう中小企業以下ですね。でそれから、雇用で言ってもですね、全体の7割が中小企業で働いています。で地方に行くと8割9割と。私の栃木県なんてもう8割超えてますよ。みんな中小企業で働いてる。日本の企業って言ってやっぱり大企業イメージしてしまいますけど、もうほとんどは中小企業以下なんですね。でそこで、7割以上の人が働いているということですから、そこの生産性を上げると。上がるもんなんですか？上がります。またマッキンゼータイム入りますね。どういうコンサルティングをしてくれるんですか、これは。例えば、今企業によって違うんですけれど、やってる経理の仕事とかもっとデジタル化できます。なるほど。デジタル化できる。ここだけで相当生産性上がるというか、業務の効率は変わりますし。まだ導入してないところも多いんですよね。で、この経理が変わるとですね、銀行取引のやり方も変わります。いろいろ。それからまた違った意味でですね、新しい顧客を開拓するのにネットを使ったり今当然やりますけれど、そういうやり方をすると、いろんな仕入れ業務もそうですし、そういった部分で相当変わっていくと思います。中小企業のいわゆるデジタルトランスフォーメーションをこう後押しするっていうことですよね。そうですね。それって国がどういうふうにしたら進んでいくんですかね。思っているのは、メニュー作るんですね。メニュー。いくつかのこういう支援メニュー、こういう中小企業の生産性を上げるためにこんな施策、支援策がありますっていうメニューを考えて、それは業種によっても、また大きさとかですね、置かれている状況によっても違いますね。こういうある意味スタンダードなメニューを作って、そのメニューの中から好きなものを選んでくださいと。そしてそれするためにある程度のシステムを導入する資金がかかりますから、それについては国がしっかりと支援をすると、今まで以上にと。でも生産性が上がれば結果的にはそれがですね、法人税で何かの形で国には入ってくるんですから。そうか。じゃあかなり手厚く、こっちでカスタマイズできるように、そのDX のもう元というか、それを作っといて選んでもらって、さらに支援もすると、援助もすると。かなりいいですね。3年間ぐらいやると、かなりない企業で入ってくると思います。そういうメニューを取り入れて。やっぱりもう3年って区切ってその間にやりきるんだっていう、ここが必要ですよね。基本はそうですね。それで3年あれば十分私はできるんじゃないかなと、こんなふうに思ってるんですけど、こういうプログラムを導入すると。だから中小企業にとってはですね、生産性を上げるっていうのは、課題っていうよりもですね、むしろ大きな可能性だと。それぐらいの思いでやっていくと。確かに伸びしろですね。そして今人口が減ると、人手不足ですから、そういう社会のためには生産性が上がればいいんですよね。これまで10年間、どうにか日本のですね、労働人口ってのは減ってこなかったんです。なるほど。人口自体は減ってるんですけれど、労働人口は女性とか、高齢の方が労働市場に参加することによって減らずに来たんですけど、これから減ってきます。だいたい毎年35万人ぐらいずつ減っていくんですよね。そんなに減るんですね。だいたいなんていうか労働人口でいうと、毎年 0.5% 減っていくという感じなんですね。一方で生産性が 1% 上がればですね、労働生産性が
マイナス 0.5 でしょ、人口の方でやる。でこっちでプラス1ですから、差し引き、プラス 0.5 でですね、労働人口がある程度減っても、それに対してですね、生産性の向上によって余りが出るというか、補って余りあるですね、生産性に持っていくことができると。はあ、人口が減少するイコール経済が縮小するっていう悲観に染まらなくてもいいよと。生産性が上がれば。上がればいいんだと。それで生産性を上げながらですね、どっかの時点で少子化も止めていくということをやるんですけれど、0歳の子供はですね、20年経たないと20歳にならないですから。確かに。これはどうにもなんないんですね。すぐは解決できないですね。ですから、なんていうか、ある程度の期間をつなぐためには、この生産性を上げるということが極めて重要になってくると思います。確かにそうですね。でもかなりでも何をやるべきか具体的にもう見えてらっしゃるんですね。具体的にというか、なんていうか、効果がある分野、ここに最初ちょっと勉強の話もしましたけれど、やっぱりいいなと思うことをやるということで、それぞれ工夫もあって違うところに伸びていくんだと思うんですけど、伸びしろがどこにありそうかということを漢文からやるっていう。漢文。点数を取りやすいところからやる。今でもそのマインドでやってらっしゃる。中小企業は漢文じゃないですけれど、それは意味わかんないですけどね。中小企業は漢文であると言われても。でもある意味改善の余地が大きいっていうことではそうかもしれないですね。伸びしろがあって効果が出やすいところからやろうよっていうマインドは一緒ですもんね。ああ、なるほど。かなりそれでこう見えてきた。もう一つのその地方の話もいいですか。この中小企業もそうなんですけど、地方に多いと。それからもう一つ、これから戦略分野への投資、これを進めていくっていうことなんですけど、今例えば脱炭素もそうです。人口減少、高齢化、世界が直面している、社会課題ですね。これを解決するために AI、量子コンピューター、それから次世代モビリティ、例えば自動運転とか、こういうものがですね、どんどん開発される。ディープテックと、こんなふうに呼んでるんです。これがディープテックって言うんですね。ディープテックの開発が進むんですね。で、このディープテックを動かしていく、ためには、製造して動かしていくためには、半導体が必要です。それからデータの集積が必要です。なるほど。それからエネルギーが必要なんですね。こうなってくると。で、例えば半導体、今日本でも戦略分野として工場できてますけど、東京のど真ん中にできないんですね。九州の熊本に TSMC、でラピダスのように北海道、データセンターもいろいろ地方に立地をするということで、まさにこういう戦略分野というのが地方に立地をするという時代なんで、言ってみると、田中角栄さんが1972年にですね、日本列島改造論と出ましたね。こういうのを唱えましたけど、鉄道だなんだで日本活性化するっていう。で都会と地方をこの鉄道で結ぶと、高速道路で結ぶ、こういうことによって列島を改造するということだったんですけど、これからは戦略分野を地方に持っていくと。そこで、事業を生み出し、雇用を生み出すことによって、地方からの人材の流出を止める。分校が廃校にならない。こういうついにつながるんですね。分校が廃校にならないと。あの時の寂しい気持ちを、そして政治家になる時の地方の不満、都会の不安、いろいろあったけども、それを全部解消するチャンスが来てますね。チャンスが来てると思うんですね。そうか。だから熊本の TSMC の工場も、すごい現地の税収とか経済効果を生んでるんですよね。間違いないです、ラピダスの北海道もそうだし、そういうのを地方にデータセンターとか、半導体工場とかを作ることによって、角栄さんが鉄道でやってたようなことができる。それもですね、ストロー現象が起こらない。逆に東京に吸い付けられちゃうんじゃなくて、地方に事業ができる形になる。確かに。これが重要だと思うんですけど、もう一つエネルギーです。エネルギー。この非常にこれからの時代ですね、AI もそうなんですけれど、電力を食います。そうですね。皆さんスマホを持ってらっしゃると思うんですけど、このスマホの今の演算能力ってすごいんですよ。かつてですね、アポロ11号、これで、NASA がですね、人類を初めて月に送った。その時の NASA 全体にあったコンピューター、これの演算能力と
我々が持っている1台のスマホの演算能力一緒です。一緒なんですか。NASA 持ってたんですか。NASA を持ってるんです。あの頃の NASA 持ってたんですね。今一人一人が NASA 持ってるんですから。意味わかんないです。一人一人 NASA 持ってるは意味わかんないです。はい、それぐらいだから電力食うってことなんです。確かにその時代で考えたら、とんでもない電力を現代人は消費してるんですね。ものすごく消費してる。なるほど。AI っていうのは大体ですね、非常にエネルギーを消費するんですね。ちょっと話変わるんですけど、将棋あるじゃないですか。タイトル戦、藤井八段とか、そうですね。すごいですね。2日間にわたってやるんですよね。頭脳戦ですよ。頭脳戦なんですね。ほとんど動かないですよね。2日間。で、結構お取り寄せかなんかで美味しそうなものを食べてるんですよ。で、2日間の対局終わるんですけど、そうするとですね、一流の棋士は5キロ痩せるんです。消費してるんですか。消費してるんですよ。やっぱり脳は消費するんですよ。カロリー、エネルギーを。だ AI の時代まさにそうなんですね。そういうことがすごい消費するんですね、頭脳を。ただここで誤解を与えちゃいけないのはですね、じゃあ将棋はダイエットにいいのかって言いますと、彼女そこまで皆さんがですね藤井八段ほどのですね30手先まで読んでるわけじゃないんで、なんか茂木さんはこの間将棋やったら5キロ痩せるって言ったんで一生懸命やってるんだけど全然痩せないと言われても困っちゃうんで、藤井八段ぐらい使う脳みそがあれば痩せるけど、それがまさに AI なんですね。なるほど。そうなると、そういうですね電力が必要になってくると。確かに。しかもですねこの電力も脱炭素の電源を求めるようになると。脱炭素の電源。CO2 を出さない、電源、グリーンな再生可能エネルギーであったりとか、原子力も含まれますし、風力であったりとか地熱であったりと。でそういう電源があるのもですね地方なんですよね。なるほど。で今マイクロソフトは今年から来年にかけて、2年間で日本に4400億円、データセンターの投資をするということを発表したんですね。ただしそれは脱炭素電源があることが条件なんだということなんです。つまり脱炭素電源を持っているところのそばにですね、こういうデータセンターであったりとか、いろいろ戦略分野の事業を引き寄せられるんですよ。確かに。そういった意味で千載一遇のチャンスというかですね、田舎の分校出身の私にとっては、ようやく風が吹いてきたなと。現代の地方活性化の最適解がそれなんですね。で今、アメリカではもうですね、この事業立地と電源立地を近づけようと、こういう動きになってます。ですからもう自前の発電所を持つと、こういう時代になってくるんですよ。だから遠くで発電をして、どっかですね北陸のどっかで発電をして、それを遠くまで送電するんじゃなくて、その発電できる場所、電力の供給地に近いところに事業立地をする。なるほど。こういう時代なんで、その電力を持っている地方、つまりそこに事業が立地するようになる。なるほど。そしてそれを作っていくためには、TSMC もそうですけど、必要なアクセス道路とかですね、そういったものも整備をすることによって、連結していない道路が連結をしたりとか、いろんな形のものが出てくるということですね。グリーンな発電所と、高度なデータセンターや半導体工場がセットになってできることで、相乗効果で地方が一気に活性化していく。そうですね。でそこで雇用が生まれる。圧倒的な熊本もそうですけど、そうすると残りたいと思ってる人は熊本に残れる、確かに北海道に残れる、もちろん東京で活躍したい、海外で活躍したい、そういう人もいるんでしょうけれど、本当はふるさとに残りたいんだけれど、仕事がないからどっか大きな町に出なくちゃいけないと、こういう状況ではないですし、逆に東京でちょっと暮らしにくいなと、もう少しなんていうか自然のあるところで、しかし仕事もやっぱりしていくという形になった時に、地方に逆に出ていくということで、新しい時代の東京一極の是正策というのを取っていく。これが、21世紀版の日本列島改造なんですね。21世紀版の日本列島改造論、ついに来ましたね。もう一度改造してくれるんですか？しましょう。再改造。日本列島。で分散型にした方がですね、いろんな形でリスクを考えてもこれは軽減できると。そうか。一極集中よりも圧倒的に災害も多い国だから、分散した方がリスクヘッジになってる。
全部理にかなってるんですね。だからこれだけ自然災害が多いですから、それに対応するような国土を強くしていくということを考えても、何かあった時にですね、道路が寸断されちゃうと、もうこの間のですね、能登地震もそうでしたけど、なんでやっぱりですね、復旧が遅れたかというと、道路が寸断されてるんですよ。私も言ってきたんですけど、こういう道路を含めたインフラも整備をすると。同時にそれをすることによってですね、経済安全保障、半導体をですね、どっかの国に頼らなくていい。それからエネルギー安全保障。それから農業もそうです。食料安全保障。こういうものもできるだけやっぱり日本で自前できると。依存してると外交的にも弱いですもんね。なるほど。じゃあ安全保障にもつながってくるんですね。そうです。まさにこの3つの安全保障ですね。この外交面の安全保障というか、軍事的な安全保障はもちろん重要ですけど、それ以外にこれからの時代っていうのは経済安全保障。半導体がない、部品がないということで、車が作れなくなっちゃうと、こういう状況を避けると。2年ぐらい前にありましたけれど、それからなんていうか、食料もウクライナで問題が起こると、なかなか食料が入ってこないとか、値段が上がってしまう。そしてエネルギーの安全保障。これをしっかり、まずは国内でできるだけ自給をすると。でも全部は自給できないですから、そこは例えばシンガポールでもそうですし、東南アジアの国も含めて、サプライチェーンをですね、安心できるというか、信頼できる国の間で作ることによって、いざ日本でなければ、そういうところから調達をできたりとか、一つの製品を作るのに、一部は日本で作ると、一部はタイで作るとか、そういった形で全体のサプライチェーンを回していくっていう感じですね。サプライチェーンをネットワークで作って、安全保障にもつなげていく。これ多分近日本出しません？日本列島再改造って出しますよね。出しますよ、出します。だいぶもう仕上がってましたよ、プランが。出しません。プラン相当仕上がってるじゃないですか。めちゃくちゃでもワクワクしますね。TSMC の工場とかもみんなやっぱかなり注目してましたし、お給料も結構高いとか。いいですね。注目されてるから。早いですね、今、工場も。そうなんですね。日本で半導体のですね、製造工場を作って3交代でやってます。早いですね。ラピダスとかも注目されてるから、かなり現実味を帯びてきましたよね。じゃあこの経済のビジョンが見えたところで、他の話で、福祉も変わらなきゃいけないというお話されてるのを聞いたことがありまして、人生100年時代に、今までの福祉が合ってないんじゃないかっていうお話されてたと思うんですけど、そこちょっとお話聞いてもいいですか？これからは、人生100年時代に入っていくというか、ロンドンビジネススクールっていう学校のですね、リンダ・グラットン教授というのが、おそらく人生100年時代って初めて使ったんじゃないかなと思うんですけど、もう今日本で生まれる子どものですね、半分以上は100歳以上まで生きると、こういうふうに予想してるんですよ。平均寿命が伸びていくグラフを見るとそうなるとですね。間違いなくなっていますね。そうなるとこれまで、人生65年を前提にして、みんなが人生を歩んできた、高校か大学を卒業して就職をすると、同じ会社で一生働いて、定年を迎えて、老後の生活に入る、こういうシングルパス、こういう人生からですね、例えば、20代で転職を考えて、そのためにですね、またいわゆる学び直しをするとか、30代でするということで、いろんな人生のパターンを歩んでいくと、マルチパスの人生になっていくと。なるほど、チェンジしていくんですね。でそうなるとですね、人によってその時期に稼げてる人と稼げない人もいるんで、なんか年齢で切ってですね、ある意味、30代は比較的余裕があるとか、高齢者になると余裕がないとか、こういう人生じゃなくて個々人によってその、置かれている時点のですね、豊かさというか収入が違ってきますんで、年齢区分でですね、例えば保険料をもらうとか、こういうなんていうかエイジトゥペイと、年齢に従って支払うのからですね、負担能力、その時に持ってる負担能力に応じて支払いをしてもらう、アビリティトゥペイという概念に変わっていって、ある程度その余裕のある人には、
なんていうかさらにですね、保険料を納めてもらうことを、お願いをしながら、一方でなんていうか低所得の人とか、ちょうど子育て世帯、こういうところにはできるだけ手厚い支援をしていく、こういう形に持っていった方がいいんだと思うんですね。なるほど、マルチパスの時代は年齢で稼ぎの量分からないですもんね。はい。あと例えば今在職老齢年金ってなんですね。これ例えば年金がもらえる、世代の人が働いていると年金が減っちゃうんですよ。そうじゃなくて、働いてるんですから、その間減らさないともらえる年齢になったらですね、働いてようが何しようが、そんなんていうちゃんと年金もらえますよという制度にするとですね、なんていうかもっと働きたい人はですね、そんな年金が減っちゃうからちょっと労働を控えようかなっていうことにならないような、そういう制度が意欲に対して障害にならないような、労働意欲に対して障害にならないような制度を作っていくということも私は大切なんだと思います。確かに働きたいって前向きになれる制度作り、大事ですよね。はあ。だからその福祉も変える時代だし、経済のマインドから構造から変えていく。経済を変えると。まずは経済。経済を変えると。そして同時にですね、そこから人材の移動というか、これもマルチパスの時代ですから、さっきのハローワークのような感じでですね、そのもっとなんていうかそれぞれの人が最高に自分の能力を生かせるような職場でやりがいを感じて仕事ができるようにするし、そのための支援もしていくと、そして結果的にはそのなんていうか社会保障もそれに沿って出来上がって、その余裕のある方にはさらにですね、お願いをすると、負担をお願いして、で特に若い世代の負担を少なくしたいなと。確かに。これがやっぱりですね、この子育て支援策、今いろいろやってます。例えば所得制限の撤廃、これも私が提言したんですよ。これでできるようになりましたし、いろんな形のですね、今支援策というのを広げているんですけれど、あとは学校給食もやりたいんですね。無償化。これやりたいと思ってるんですけれど、この学校給食の無償化もあるんですけど、一番大切なのはですね、このなんていうか結婚適齢期の人の収入を上げることなんですね。今例えば1970年代っていうのは、言ってみると第二次ベビーブームの時代だったんですね。50年ちょっと前ですけれど、その当時と今比べてですね、結婚してずっと結婚生活を長く続けてる人が何人ぐらい子供を産むかっていうと、1970年代は平均で 2.2 人だったんです。で今 1.9 人なんですよ。下がってますね。下がってますけど、そんなに2人前後っていうことではそんなに変わってない。なるほど。とか出生率はガクンと落ちちゃったんですね。あれ、なんだろう。なぜかっていうのはですね、結婚する人が少なくなってるんですよ。そもそも。ものすごく。1970年代で言いますとですね、百何十万人という結婚したんですよ。それがその半分ぐらいになってますから。でしかもですね、結婚をする年齢が上がってるんですね。晩婚化してる。未婚化であり晩婚化である。でこの結婚しないっていう選択はもちろんあります。結婚したいんだけれど踏み切れない。それやっぱり収入、経済的な理由っていうのは一番大きい。統計的にもアンケートを取ってもそういうふうに言われてまして、その年代の収入が上がることによって結婚をしたいと思ってる人が躊躇なく結婚できる。こういう状況が生まれることが、根本的なっていうかですね、一番根っこにある少子化対策なんだと思います。そうか。ということは少子化対策の抜本的なものっていうのは経済で一人一人の所得を上げると。特に若い年代。若い年代でここに注力するって。だからかなり一本の線につながってますね。と思うんですけどね。じゃあ経済も福祉ももうそういうふうにしていくことができる確信を持ってる上で、今もう一個気になるのはやっぱ外交だと思うんですよ。ウクライナ、ロシアもあり、イスラエル、イランもあり、さらにアメリカ大統領選も今かなり揉めてる状況。どういうふうにしていけばいいですか、日本って。今の時代っていうか、世界が分断をされていると。そしていろんな状況が流動化をして、例えばウクライナで起こっている問題がエネルギー安全保障、さらには食料安全保障っていうことでアフリカにも影響する、日本にも影響する。
いろんな課題っていうのが結びついてる難しい時代なんですね。はい、そこの中で今ですね、グローバルサウスって言われる国々が台頭してるんですね。これインドとかそうですね、はい、代表的なのはインドなんですけど、はい、インドとかブラジルのようにですね、はい、G20 にも名前を連ねるような、新興経済国もありますし、一方でアフリカの後発途上国みたいな本当に貧しい国も、全体を包含している、グローバルサウスっていうことなんですけど、はい、なかなか一括りにできないんですね。それぞれ違うというかですね、経済の発展段階も違う、はい、歴史文化も違う、中国ロシアとの距離感も違う、これを一つにまとめていくっていうのはなかなかですね、難しいですし、国連が今いろんな意味でですね、例えば、安保理事会のですね、常任理事国が拒否権を使ったりっていうことで、機能しない、こういう時代の中でですね、日本に対する期待っていうのは間違いなく今高まってるなと、こんなふうに思います。私外務大臣もやってましたけれど、はい、その時代もそうですし、今も高まってると思ってるんですね。なるほど。で、なかなか日本外交のやり方っていうのは、いいんだと思ってます。私は外務大臣時代にですね、はい、日本外交の基本姿勢っていうのを2つの言葉で言ってきたんですよ。何でしょうか。一つは包容力です。包容力。包容力。で、もう一つは力強さなんですね。力強さ。で、包容力っていうのは何かって言いますと、例えば西洋型の民主主義、これが正しいんだということで押し付けるんではなくて、東南アジアの国々もそれぞれ歴史や文化、経済の発展段階も違って抱えている課題もあるんで、その国に合ったような制度づくりを支援をすると。その国のなんていうか発展につながる道はどうなんだと。大きな脱炭素とかですね、そういったことで同じ方向を向きながら、その国に合った形のいろんな支援をしていく、協力をしていく。これが包容力で、それによってですね、相手国からの信頼につながる。おそらく東南アジアの国々から日本が信頼をされているというのは、相手の事情も分かった上で一方的な価値観を押し付けるんじゃなくて、その向こうの良さを理解した上で一緒にやっていこうと、こういう姿勢をとっているということが一つ重要で、こっちのやり方そのままやってくださいねっていうやり方じゃないんですね。はい。そしてもう一つは力強さなんですけど、これ一方でですね、例えば自由で開かれた国際ルールを作りましょうとか、その紛争っていうのは武力によってじゃなくて対話によって話し合いによって解決しましょうとか、法の支配、これを尊重しましょう、こういう基本的な価値、これについては絶対に譲らない、ここはやっぱり力強さが必要なんですね。なるほど。全部相手の言うことを飲むわけでもない、譲れないところもある。例えば中国が何か言ってきた時におかしいことはおかしいと言うと、やっぱり中国もこれだけの経済大国になったんだから、貿易ルールについても国際基準でやってくださいと、きちんとそういうことは言うと、力によって一方的に現状変更すると、こういう試みはそんなんていうか、慎重にしなきゃいけない、やめた方がいい、こういうことも言うと、経済的な威圧によってですね、いろんな形で相手側の港の権益を取ると、こういうやり方はルール違反だから、こういうことをきちんと言っていくと、ここは力強さなんですね。なるほど。これがやっぱり、相手国というか国際社会から日本は今度は頼りになると、一方は信頼されると、一方は頼りになると。なるほど。押し付けないし押し付けられもしないという、この両側面が必要になってくるわけですね。と思います。心強いですね。そのね、やり方を日本がやってくれることで、他の周辺諸国も。で今G7 の中もですね、例えばイギリスもていう新しい首相になったり、アメリカもこれから大統領選挙あるわけで、選ばれますね。なかなかこのなんていうかまとめていくっていうのは大変だと思って、そこの中である意味接着剤の役割というかですね、そういったことを日本は果たせるんじゃないかな。なるほど。また日本にそういうことをやってほしいと、こういう声っていうのは高まってくるんじゃないかなと私は思ってます。ますます日本にタフなネゴシエートが必要になってくる。
タフだけではなくて優しい。そうか。タフはアメリカ側の値を上げる声でしたもんね。タフかつマイルドな、柔軟なしなやかなネゴシエート、大事ですよね。アメリカ大統領選どうなっていくんですかね。これからちょうど民主党大会あります。ありますね。はい。8月22日までですけれど、民主党っていうのは比較的ですね、新しい候補者を好むんですね。ですから例えばクリントン大統領の時もそうでした、オバマ大統領の時もそうでしたけれど、クリントン大統領もですね、アーカンソーっていう非常にちっちゃな州の州知事があれよあれよっていう間に大統領になっていった。オバマ大統領も上院議員1期なのにですね、ぐーっと伸びてなんていうか大統領になった。こういうのが比較的好きなというこれを好むあれなんで、バイデンさんからハリスさんに変わって今勢いあると思います。8月の末ぐらいまでは。その後、9月には今度はトランプさんとハリスさんの討論会がありますから、この討論会でどうかなっていう勝負におそらくなっていくんだと思うんですね。で最終的にはアメリカの大統領選って日本の選挙とちょっと制度が違ってですね、全米50州で 1% でも多く取った人がですね、その州のですね、選挙人を総取りするんですよ。州ごとなんですもんね。州ごとで勝ち負けが決まっていくと。で最終的に3つの州で決まるって言ったんですね。激戦区がある。激戦区があるんですよ。もう例えばカリフォルニアとかニューヨークはブルーステートって言ってですね、民主党が勝つんですね。強いんですね。でテキサスはレッドステートですから、共和党が勝つんですよ。でそこの中でスイングステートと言って、スイングしちゃう。その時々に変わる州が7つあるんですけど、そこの中でも一番激戦州がミシガン、ウィスコンシン、ペンシルベニアと、この3州なんですね。ミシガンの選挙人の数が15人、ウィスコンシンが10人、そしてペンシルベニアが19人、合わせても44人、全米の選挙人は538人、過半数270で大統領になれるんですけど、この44で決まっちゃうんです。最終的にこの3州をトランプさんが取るのか、ハリスさんが取るのかと、これで決まっていくっていうことですね。この3州を取る取らないの決め手になるのはおそらく討論会でのパフォーマンスもありますね。よくでも全部数字出ましたね。その崎陽軒の弁当の時ぐらい生き生きしゃべってましたけど、やっぱりもう頭入ってますね。これ日本にとっても重要ですから大事ですね。確かに。で実際にですね、2016年の時はトランプさんそれヒラリーさんで、全米では世論調査ヒラリーさん勝ってたんですけれど、この3州をですね、今言った3州をトランプさんが全部取ったんです。そうか。それで勝ったんですね。で2020年の時逆にバイデンさんがこの3州を取り返して勝ってるんですよ。しかもそのスイングステートを制したものが大統領選を制すという流れになってるわけですもんね。そうですね。これまだまだ注目予断許さない。でも日本の役割としてはやはりどちらになっても、やはり交渉をうまくやっていくっていうことですね。2国間で。日米関係ということで言えば、仮にトランプさんになっても、ハリスさんになっても私はうまくマネージできると、そんなふうに思ってます。そうなんですね。例えばなんていうか安全保障の分野で言いますと、日本はすでにですね、防衛力の強化、GDP 比で 2% まで持っていくと自らの判断で決めてるわけですね。で経済の分野でも、私が交渉を担当した、日米貿易協定これが発効して経済的な関係も深まっています。そしてトランプ政権の時代もバイデン政権の時代も、安全保障、経済、さらには宇宙、サイバー、いろんな幅広い領域での関係っていうのは進化してますんで、仮になんていうかどちらの民主党、共和党どちらの大統領になっても、日米同盟っていうのは揺るがないと、こんなふうに思ってます。一方で今ですね、アメリカの国内の雰囲気、これを見てるとですね、ウクライナの国境は確かに大切だけど、それよりアメリカの南部国境、ここから不正な移民が入ってくると、これを
防ぐことの方が大切じゃないかと。国際社会の平和と安定、これは大切なんだけど、どうしてアメリカだけが全部の負担を負わなくちゃいけないのと。確かに世界の警察みたいなね。そのために本来だったら国内に回るはずのお金が十分回ってないじゃないかと。こういうやっぱり不満というのが、これは決してトランプさんを支持している人だけじゃなくて、共和党を支持している人だけじゃなくて、民主党を支持している人も含めてですね、ある意味、高まってきている、こういう状況なんですね。で、アメリカの、国際社会のコミットメント、これは引き続き重要です。そこでどうするかということなんですけれど、アメリカに、日本としてですね、アメリカにだけ全部負担を押し付けるつもりないと。日本もきちんと国際社会の平和と安定のために相応の負担をします。コミットメントもします。共通の利益があるでしょうと。潜在的に共通の脅威というのは高まってるじゃないか。こういう議論をして、やはりアメリカ自身もですね、国際社会にコミットすること、結果的にはアメリカにとってもプラスになる。こういうふうな共通認識をお互いに作っていくっていうのが、まさにウィンウィンな関係ですね。二国間だけじゃなくて、国際社会においてウィンウィンな関係で、日米同盟っていうのが単に二国間の同盟ではなくてですね、世界の中でのグローバルコアパートナーと、こういう呼び方してるんですけど、それになっていく条件だなと思ってます。なるほど。お互いにとっての脅威っていうところがやっぱりポイントなんですかね。非常に大きいと思います。やっぱり権威主義的な国、米中関係は悪くなると思います。やっぱりこれからさらにと思います。でそこら辺をうまくというかかなり意識してやっていかなきゃいけない。グローバルコアパートナーとして強化していく必要があると。それはどちらの大統領になっても変わらない。変わらないと思います。やり方は違うと思います。なるほどなるほど。対応の仕方は変えつつも、トランプ大統領になるとおそらく通商面でぶつかるんじゃないかなと。なるほど、面白いですね。貿易面で結局なんていうか、中国からの製品に交換税かけるとか、そういった形でアメリカの雇用を守る。なるほどなるほど。こういう形に、から始まっていくんじゃないかと。一方でこのハリスさん、まだ外交的にはちょっと未知数なところあるんですけど、例えばオバマ政権の時はある意味ですね、中国に対して融和的な姿勢を取りすぎた。結果的に中国が増長したというか、そういう部分もあるんで、あんまり、中国に対してですね、そこのところで譲らないという状況が作れるのかどうかっていうのはよく注意深く見ていく必要があると思いますね。なるほど。ちょっと対中関係も、その大統領によってちょっと差は出てくるかもしれないですけど、これ、政権はですね、どんなチームができるかと、大統領の個性もありますけれど、例えば国務長官に誰がなるかとか、国防長官に誰がなるかとか、それこそ首席補佐官に誰がなるかとか、そのチームでやっぱり運営していきますから、このどんなチームができていくのかと。で、またそこの国務長官になる人がどういう主張の人なのかと、これにも影響してくるんで分かんないですね。チーム作り大事ですね。チームは大切です。茂木さんがトップになった時のチーム作りとかもう考えてるんですか？そこまでではないですけれど、今までも例えば日米貿易交渉の時にいいチームでできて、課題があります。いくつか。ずっと今日お話しているような感じのですね、この課題だったらこの人間が一番能力発揮するんじゃないかと。こういう感じで、言ってみると、なんていうか、刷新感を持ちながら課題解決能力もある。新しいってのはいいことです。ただ、それで問題が解決できなかったら意味はないですから、やっぱり課題解決能力を持ってるメンバーが集まったベストチームを作ると。チームを結束して結果を出すと。結果が出なきゃ意味がないですから。確かに。でも今自民党が求められているその2つの刷新感と課題解決、これ両方大事だと。そう思います、私は。刷新感だけがいたずらにあっても前に進まないから、課題解決も必要だ。多分ですね、最初にデイワンに刷新感があっても、何ヶ月か過ぎて全然変わんないじゃないかと。確かに。かえって経済悪くなったじゃないかとか、なったらすぐにその刷新感っていうのは薄れていきますから、その
新しいなと。確かに。しかし、実行力あるなと。良くなってきたじゃないかと。やっぱり、今日より明日が良くなる。こういう気持ちを持てると。ちょうど前の1964年の東京オリンピックの頃、オールウェイズ三丁目の夕日とか、あの時代、ようやく家にカラーテレビが入るかどうかぐらいですけれど、今と比べればブラウン管のですね、ああいうテレビですけど、画像も悪くて、でも嬉しかったんですね。ワクワクしたんですよ、毎日。今年より来年良くなる。来年はお父さんのボーナスでカラーテレビがうちも買えると。こういう感じでみんながワクワクした時代だったんですね。もう一回そういうワクワク感っていうんですか、いいものを作っていくと。しかも東京に出てこなくてもそのワクワク感があると。どこに住んでいても、どんな仕事をしていてもですね、なんていうか達成感があるというかですね、やりがいを感じられると。こういったことが重要なんだと思いますけどね。うわー、いい着地になりましたね。もうオールウェイズのような70年代のような高度成長のような成長を、また日本人が夢見れるようなワクワクした日本に変えるには、今必要なリーダーっていうのは課題解決の能力があって進めてくれる人ですよね。それによって、そのリーダーチームが課題解決をしていくと。同時に一人一人の国民がそれによって自信を持つ、できるじゃないかと、日本もできるじゃないか、自分もできるじゃないか、こういう思いになると、こういう自信を持つ、さらにはですね、この国に生まれてよかったと、この国に育ってよかったというですね、言ってみると誇りを持てると、国際社会の中でも存在感が高まって、やっぱり日本はどう思ってんのと聞かれると。日本だったらどうすんのって聞かれると、誇りを持てるというかですね、そういう日本、自信と誇りをそれぞれの人が持つと、そういう国ですね。そういう国にしてくれるリーダー誰ですかね。いや、わかりません。もう誰ですか。かなり誘導されてますよ。僕ですって言わされそうになりました。みんなそういう見てもかなり危なかったですよ。列島を再改造してくれるタフなネゴシエーター、これ誰なんですか、茂木さん。教えてください。刷新感だけじゃなくて実務能力のある人が必要なんですよ。相方に聞いてください。チャラ男なら答えてくる。ありがとうございます。ものすごい面白いお話聞かせていただきましたし、これからの日本の政治に多分ものすごく期待できるようなワクワクするお話いっぱいありましたね。ありがとうございます。いや、本当に今回も出ていただいてありがたいんですけども、もしですよ、お出になるかどうかはまだ分かりませんけど、もしこの先何かありまして、総理になった暁にはその時もまた出ていただけます？もちろんです。ありがとうございます。総理になったらもう出ないってことないですか？それ約束します。あ、本当ですか？なってもまた出ていただける。ありがとうございます。それいただきました。これからもいろんな日本の未来について頑張っていただければと思います。本日のゲストは自民党幹事長茂木敏充さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。プログレス。人は何者にでもなれる。いつからでも。次はあなただ。